マツダ車乗っててね、マツダ3乗っていて思うのが大きな欠点を感じないというところですね。でもそうすると疑問が湧いてきます。なんでトヨタ車はすごい売れてマツダはもうちょっとなのかなっていう疑問です。これだけいいんだから、いきなりの出だしで失礼しました。失礼ついでにこれちょっとご覧いただきたいのですが、動画の4000回再生時の年齢比率です。左がマツダ3、右がヤリスクロスの動画ですね。ヤリスクロスって若々しくてかっこいいなと思っていますが、このデータだけ見るとマツダ3って若い世代からの注目度は相当高そうです。若い世代の興味はトレンドを作りますから、各メーカー刺激し合って自動車業界が盛り上がってくれるのが楽しみです。そんなマツダ3、SUV じゃないしハイトワゴンでもないし、ディーゼルはあってもトロングハイブリッドはありません。有効の要素は希薄ですが、ハイブリッド諦めたら同じ予算でこんな車も選べるよなんてね、選択肢の一つとしていかがでしょうか。ではマツダ3に試乗して感じた印象をピックアップしていきます。マツダ3はブレーキの特性に賛否両論あるみたいですので、今回はここからいきます。ブレーキはドカンとした踏み方だと食いつきが良すぎると感じるかもしれません。でも踏み方次第で扱いやすく感じる特性だと思います。踏み方次第の始まりはドラポジだと思います。自分の場合ですとドラポジは足から決めるのですが、なるべく遠くに座って足首と足指が最大限に動かせるようにかかとの位置を決めていきます。こうして座るだけであら不思議、強くから弱くまで滑らかにブレーキできちゃいます。逆にいろいろ試してみても完全にショックなしでは発進できなかったのはブレーキホールドからの発進です。同じ価格帯で日産ノート、ここが滑らかでしたので、上質を謳うマツダ3にこそ求めたいポイントかと思いました。多分ね、ネジ改良かマイナーチェンジでさらっと改良してくれるかと期待しています。続いてエンジンとミッション。この加速と減速、エンジンに関する話題は別動画にしていますので、ここではさらっといきます。ミッションは国産車では貴重な有段式の 6AT、 疑似ではなくてメカ的に変わっていく感じが分かりやすく伝わってきます。シフトチェンジした時、音にはメリハリがあって、でも体に伝わってくるショックなどは気になりません。あとコーナーリング中のタイミングでシフトチェンジされちゃった場合には駆動抜けで挙動が不安定になるなどありますけれども、そこは MT モードかスポーツモードがあるので大丈夫です。スポーツモードですと3000回転をキープしようとするので、これだけで気分よく走れます。普段レースゲームをされている方だったり、初めて車を買う方だったり、このミッションから運転する楽しさを味わえるんじゃないかと思っています。実用性だったら CVT が素晴らしいんですけれども、車ってすごいって感じられるのはこっちかな、そんな気がします。言葉変えるとバホバホうるさいわけでもありますので、味が濃いと表現させてください。エンジンは 1500cc ですと余裕ある排気量じゃないです。ないんですけれども、シフトプログラムやスロットル特性、あとトルクカーブなどでできる限り余裕が演出されているなと感じました。楽しいって評価されることが多いマツダ3、自分はそれよりもね、こうした部分のジェントルなキャラクターを特徴としてあげたいです。音はボーボーしていて元気よく感じがちですけれども、ハンドリングはじめまして、エンジン、ミッション、上級クラスをシミュレートしたような上質さが特徴だとお伝えさせてください。運転席に実際に座ってみると、まずね、このメーター、そしてメーターパネルがすごい大きいんですよね。もっともっとね、高級で上級な車、もしくはね、大きい車に乗ってるような印象を受けます。スピードメーターの左側、そこにね、今瞬間燃費計が映っています。これね、燃費運転とかするときに楽しみながら運転できる一つのゲージですよね。それから、中央部がね、液晶のメーターなんですけれども、表示できる情報が意外と最小限です。燃費、クルーズコントロール、速度計で、
よくあるのがね、ここで車両のシステム設定を行う画面が出てくるんですけれども、それは、マツダ3ですとマツコネの方に移っています。ここで大きな画面と大きな文字を見ながらいろんな設定ができます。全体的な造形といたしましては、自分はねこの辺りが好きです。複雑な形状をしていて、立体的で、かつ滑らか、この辺り美しいですよね。センタークラスターのあたりを見てみると、ここはねちょっとスイッチが少なめというのかな、もう少しねこの辺り並んでいったらより高級に見えるかなというね、細かな部分とかね、質感っていうのは細かと言いますか、やっぱりね大きな部分はこの運転席の雰囲気です。大きなメーターパネル、それから太い A ピラー、それからフロントガラスのサイズで、サイドのねドアのショルダー、ベルトライン、こうした部分の作り、それから設計がね、ここが特別で、クーペとかセダンのねちょっといいものを感じさせてくれます。センターコンソールも大きいです。まるでね後輪駆動車のようですよね。センターコンソールってここです。左右のシート間の仕切りのことで、アームレストはね、上下します。追加で取り上げたいのがドア内張りの造形、すごく作り込まれているって感じですよね。ご参考に同クラスター車のドアを上げてみます。まず先代モデルのアクセラは170万円スタートでした。マツダ3でお値段は結構上がっちゃいましたが、この差も大きいです。続いて質感高いと評価されまくった7型のゴルフ R、 触り心地ではゴルフ R に分があるものの、造形で言えばマツダ3の方が凝ってますので負けてないです。そして以前所有していたシロッコ R とビートルターボ、こちらも同じようなクラスでより高額な車です。それでもマツダ3の方が満足感高い作り込みかなって思いました。で、写真探してて出てきた1枚、シロッコとジオを同時に所有していた時期がありまして、ガンダム好きの方がとっても喜んでくれましたってのは余談なんですけれども、近いイメージを感じるシロッコと比較してもマツダ3のボディデザインって洗練されていると思います。シロッコだってね、当時は美しい車としてね評価されていたんですよ。そしたら乗り心地はびっくりしない範囲内で硬いです。サスペンションが硬めですし、シートもお尻のあたりが硬いです。なので乗った瞬間もしくは短時間走行で乗り心地良いねって感じる類ではありません。でもここでも必須という言葉がキーワード。伸び側は以前のマツダ車ほど引き締まってなくてストローク感あります。同時に縮み側も動いてくれます。動くと言ってもブランド品のダンパーのようにスルッとはいきません。でも武器から減衰力を感じながらふわっとした領域を感じない状態でサスペンションが縮んでくれます。ただちょっと連続する段差なんかではバタバタしちゃう場面もありました。あとリアサスからブルブル感が伝わってくる時もあったのを付け加えさせてください。マツダ2にも同じ傾向があって、そこはマツダ3の方が頻度少ないのですが、重箱の隅をつつくような点でね、申し訳ないです。自分の好みだとスプリングとダンパーのバランスが好みでした。変に抜いた領域を作っているような感覚ではないので、余計なことを気にせずすっと馴染めました。リアシートはボディデザイン優先から余裕がないというのはどなたでも感じやすいポイントだと思います。塗りよりも足元はきつくないものの、頭上は気になっちゃう方もいらっしゃるかもしれません。ただ自分のカムリなんか見ますと、でっかいアメリカ人はこれで平気なのなんてね思っちゃうわけでございまして、マツダ3もそれと同じような感覚です。結構ね海外でも人気の車みたいですからね。走行中の快適性はフロントシートと同じぐらいの快適性があって好印象です。前方や脇の見晴らしも悪くないです。続いてハンドリング。売れているトヨタ車を基準にすると馴染むまでにちょっと時間がかかるかもしれません。特に乗り始めはベクタリングコントロールによるものかななんてね思うあれれもありました。もちろん
適当に走っても何の問題もないのですが、これを滑らかに運転しないって考えながら走るとそれが楽しいです。このあたりチープで乗りにくいって意味じゃないです。うまく言葉にできないのですが、無駄な動作余計な動作を減らしてシームレスに操縦したくなるような魅力です。ハンドリングやコーナーフィールも述べたいこといっぱいでしたので別動画にしています。よろしければそちらか私どものホームページをご覧くださいませ。続いて苦手な部分というか大きな声じゃ言いにくい部分。マツダ3では好みはあるにしても特徴としてね、ボディデザイン重視だから車内の圧迫感が強いとかボディ見切りが悪いとか、気になる点といえばバランス的な部分くらいでした。バランスイコール好みなので良いとか悪いとかじゃないです。自分がこのバランスは変えてほしいと思ったのはシート座面の硬さです。インフォメーションの感じやすさにはシートの硬さが効いていると思います。でもその代わり長時間運転しているとお尻が痛くなっちゃいました。硬めでクッション性も高いというと質の向上となります。つまりお値段が上がっちゃうわけだと思うんですよね。だったらこのままのレベルで良いので、もう少しだけ柔らかかったらありがたいなと感じました。硬い方が車の挙動がよく分かって運転は楽になる傾向があります。柔らかいと挙動が伝わりにくくなって伝わるまでの時間もかかります。やっぱり一長一短ですけれども、路面インフォメーションって何って思ったらマツダ3を試乗されてみてください。さあ、こうしてマツダ車乗っててね、マツダ3乗っていて思うのが大きな欠点を感じないというところですね。でもそうすると疑問が湧いてきます。なんでトヨタ車はすごい売れてマツダはもうちょっとなのかなっていう疑問です。これだけいいんだからね、もっと売れて人気車になってもいいのにとか思っちゃうんですけれども、そのあたりね少し考えてみました。試乗中にこんな疑問が頭をよぎりましたが、帰って調べてみたら余計な心配でした。っていうのも2021年の販売台数を見るとマツダ3ってかなり検討していました。せっかくなんでこの差はどこから来ているかというのを考えてみました。一つ目、関係者の人数。ディーラー数とかメーカーの関係者とか、そのご家族とか知人とか母体の人数による差です。自分の周りにもトヨタ車しか買えないっていう方が結構います。二つ目、キャラクターの差。質感より開放感が望まれることが多いでしょうから、広いの知っちゃうとなんてやつですよね。乗り味に関する部分では短時間のディーラー試乗時で限られた時間内での馴染みやすさというのを想像しました。例えばトヨタ車って大体何乗ってもすぐ体に馴染んで違和感を感じにくい傾向があります。そんなトヨタ車と比較すると慣れるまでに時間がかかるかなって思ったりもします。ハンドルを切り始める位置、速さ、戻し方、ビシッと着座姿勢決めて良さを味わうのには30分くらいじゃ短いなと思うんですよね。ただ自分が馴染むまでに最も時間がかかった車が NC3 代目ロードスター、逆に最も早く馴染んだのが ND4 代目ロードスターでした。きっとこうした部分も変化しているのかと思います。3つ目、ブランドイメージ。メーカーのブランドイメージって思春期に身近な方から聞いた話が大きいと思うんですよね。例えば親からトヨタって静かなんだよとか壊れにくいよとか聞いてもないのに聞かされちゃって、そういうのピンとくる方も多いのではないでしょうか。自分もね、静かな車買った時は友達にちょっと乗ってみてよなんて言っちゃいます。静粛性は分かりやすいですからね。これやっぱりトヨタの強みですし、じゃあマツダはといえばロータリーエンジンがありました。エンジンって直線運動を回転運動に変換するから振動が出るわけでして、振動出るから吸収が必要で、するとエンジン揺れちゃってとなるわけですが、ロータリーは違います。そして今だったら上級者感覚の強さでしょうか。そうした印象がこれから伝えられていきそうです。あとはディーラーのイメージ。自分の近隣ですとトヨタ、スバル、スズキは市場にですね、女性スタッフが同乗してくれる確率が高いです。特にスバルとか
可愛くて車も大好きという女の子とご一緒できたことが何回もあります。マツダですと営業というより車好きのおじさまっていう感じですかね。好きなら買ってくれみたいなスタンスが気楽です。それでね、自社商品に詳しい方が多い。車って限定されたお店で限定されたメーカーの商品しか扱わない専門のスタッフですから、ここは一番望みたいことです。でもね、場合によってはお客様に合わせて女性の破壊力使っちゃっても良いんじゃないのなんてね、思ったりもします。これがダイハツですとね、素敵な男性スタッフがね、いっぱいいたりもしますからね。こういった部分、ちょっとね、マツダもスタッフの魅力、これだってブランド力ですよね。皆様の周りではいかがでしょうか。ということで、2021年式マツダ3 15S ツーリングを見てきました。同じお金出すなら上級者的質感を求めたいという方がターゲットなのでしょう。マツダ車全般でそうした感じですよね。ジャンル的には SUV 絶頂の中でちょっと地味かと思われがちでしょうけれども、それでもボディデザインや乗り味、数日間接することで地味じゃない魅力を感じることができました。そして若い世代からの注目度が高いという魅力、うちらの仲間内でもね、たまに動画に登場するスタッフのシャケ子、21歳なんですけれども、マツダ3って言ったらキラキラしてました。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。